こんにちは。シスコでエンジニアをしております。ミノーラです。今回は無線 LAN でのダウンローダブルアクルの動作を解説します。カタリスト9800ではバージョン 17.10 からダウンローダブルアクルをサポートしています。また、ダウンローダブルアクルはローカルモードでのみサポートしています。では、今から実機を用いてダウンローダブルアクルの動作を確認します。最初、ダウンローダブルアクルは設定していません。ICE のオーサライゼーションポリシーでは、エンドポイントに対してリザルトとしてパーミットアクセスを割り当てます。では、エンドポイントで SSID に接続してみます。カタリスト9800で Show ワイヤレスクライアント Mac アドレスコマンドを実行します。カタリスト9800は ICE からアクルを学習していないことが確認できます。ICE のライブログのリザルトを見ても ICE はカタリスト9800にアクルを割り当ててないことが確認できます。ICE がカタリスト9800に送信したラディウスのアクセスアクセプトにもアクルが存在していないことが確認できます。この結果、エンドポイントから10.1.1.2、そして10.1.1.3へのピングが成功することが確認できます。では、次にダウンローダブルアクルを使用し、エンドポイントに対して10.1.1.2への通信のみを許可するアクルを割り当ててみます。まず、アイス側で10.1.1.2への通信のみを許可するアクルを定義します。次に、オーサライゼーションプロファイルを定義し、D アクルネームをチェックし、先ほど定義したアクルを指定します。そして、オーサライゼーションポリシーのルールのリザルトに、先ほど定義したオーサライゼーションプロファイルを指定します。カタリスト9800側では、ICE から受け取ったアクルを割り当てるために、ポリシープロファイルで AAA オーバーライドを有効にします。アドバンスドタブをクリックし、Allow AAA オーバーライドをチェックします。最後に、アップデート &Apply to Device をクリックし、変更内容を保存します。また、デフォルトという名前のネットワークタイプのオーサライゼーションリストを定義しておく必要があります。では、エンドポイントで SSID に接続します。カタリスト9800で Show ワイヤレスクライアント Mac アドレスコマンドを実行します。カタリスト9800は ICE からアクルを学習し、エンドポイントにアクルが割り当てられていることが確認できます。Show IP アクセスリストコマンドを実行すると、
アイスから学習したアクルが表示されます。.1x 認証に成功した際のログのリザルトを見ると、アイスはカタリスト9800に対してアクルの名前を配布していることが確認できます。アクルの実態を割り当てた際のログのリザルトを見ると、アイスはカタリスト9800に対してアクルのルールを配布していることが確認できます。.1x 認証成功時にアイスがカタリスト9800に送信したアクセスアクセプトにはアクルの名前が格納されていることが確認できます。アクルの実態を配布する際にアイスがカタリスト9800に送信したアクセスアクセプトにはアクルのルールが存在していることが確認できます。この結果、エンドポイントから 10.1.1.2 へのピングは成功、10.1.1.3 へのピングは失敗することが確認できます。最後、まとめになります。カタリスト9800では、バージョン 17.10 以降のローカルモードでダウンローダブルアクルをサポートしています。今後も .1x 関連の動画が続きますので、興味のある方はチャンネル登録のほどよろしくお願いします。